ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はタンポポの花を描いていきます。花や葉、タンポポの綿毛などを私なりに説明していきたいと思います。最後までごゆっくりお楽しみください。タンポポの花の形について説明します。真上から見た花は丸です。丸の中心から外側の円周に向かって細い花びらをたくさん描いていきましょう。次に少し小さい円を目安に2段目の花びらを描いていきます。3段目の花びらはさらに小さい円の円周を目安に描いていきます。斜め上から見たタンポポの花は楕円形を基本に考えます。中心を少し上に持っていくとしっかり開いた花を描けるように思います。中心となる点は変えずに少しずつ小さい楕円形を目安に花びらを描いていきましょう。横から見た花は楕円形の上半分を描きます。下のラインの中央から楕円形の円周に向かって花びらを描いていきましょう。先ほどと同じように2段目3段目の花びらを描くときは楕円形の目安を小さくしていきます。手前に見えている花びらを小さく描いても良いと思います。横から見た花は額が見えるので額を描いていきます。ここでは西洋タンポポを描いていくので反り返っている額をさらに付け足しています。日本タンポポにはこの額の反り返りがありません。葉の形にもいろいろあるようですが、ここでは典型的なギザギザとした葉っぱを描いていこうと思います。タンポポの綿毛は丸を描き、その中心に花びらがついていた台と額を描きます。ここでは花びらと言っていますが、その花びら一つ一つがタンポポの花にあたるそうです。中心から円周に向かって細い筋を描き、綿毛を描いて出来上がりです。では実際に描いていきましょう。タンポポの花に使用する色はイエローミドル、チタニウムホワイト、ストロー、OJ の4色です。黄色と白を混ぜてレモンイエローのような色を作っておきます。この色が花びらの基本の色になります。平筆の6番を使い筆を立てストロークしていきます。花びらの幅が広くならないように筆を強く押しすぎないようにしましょう。花びらの色に変化を持たせるため明るい黄色と濃い黄色のダブルローディングでストロークをしていきます。書いている紙ははがきサイズの大きさの紙です。中心に濃い色が来るようにストロークをしたり、逆に濃い色が外側に来るようにストロークをしたりして花びらに変化を持たせるようにしました。内側の花びらは濃い黄色を外側にしてストロークをします。少しオレンジを取り花びらの色に変化をつけてみました。中央部分の花びらには筆に白を取りストロークをしました。実際のタンポポの花びらの色は黄色ですが、花びらがたくさん重なっている感じを色で表現してみました。仕上げとして色のバランスを見て花びらの足りない部分に花びらを描き足しました。真上から見たタンポポの花も同じように描いていきます。
まず外側の花びらを濃い黄色と薄い黄色のダブルローディングで描いています。内側の花びらは濃い黄色やその濃い黄色にオレンジを足した色でストロークをしています。中心の花びらは筆のコーナーに白を取りストロークをしています。仕上げとして色のバランスを見て花びらを描き足しました。横から見たタンポポの花も同じように外側の花びらから描き始めます。内側の花びらは少し色を濃くしています。中央部分の花びらは白っぽい花びらにしています。手前の花びらも描いておきました。葉の色はダークフォリッジグリーンとイエローミドルを混色して作りました。平筆の14番に緑と黄色を取り筆になじませて描いていきます。葉の下絵を目安に描いていきますが、ところどころギザギザを変化させて左右対称になりすぎないように描いていきました。額は丸筆に緑と黄色を取り S ストロークのような動きで描いていきました。茎は緑に白を足して白っぽい緑で描いていきます。花で隠れている部分も茎がつながっていることを意識して描いていきましょう。葉脈はライナー筆を使い白で描いていきました。絵のバランスを考え花を一輪足すことにしました。西洋タンポポ特有の額の反り返りを描いて絵の完成としました。2枚目の作品はタンポポを上から見た感じの絵です。簡単に描いた過程を追っています。皆さんが作品を作る時の参考になればと思います。ここからはタンポポの綿毛の描き方について説明していきます。使用した色はチタニウムホワイト、ブラウンアイロンオキサイド、ダークフォリッジグリーン、イエローミドルの4色です。まず白でタンポポの花がついていた土台の部分を塗ります。次に焦げ茶色を取り、額の部分だったところを描きます。下に垂れ下がったような状態になります。茎は白と緑を取り白っぽい緑で描きました。茶色に黄色を混ぜた色でタンポポの種を描いていきましょう。ライナー筆で細長い種を花の土台だったところにたくさん描きます。これは豚毛の筆で毛が硬いのが特徴です。筆の水分をよく取り毛先の絵の具もパレットで調節してから描いていきましょう。まずは円周のラインをツンツンとつくような形で描いていきます。筆を叩くというよりは前に押し出すような感じで描いています。次に中央に向かって筆を引っ張ります。かすれた細い線になるとタンポポの綿毛の繊細な感じになると思います。
細かい筋が描き終わったら、円の中を先ほどと同じように筆を前にツンツンと押し出すようにして埋めていきましょう。筆の毛先を常に外側に向けておくことがポイントです。自分がイメージするタンポポの綿毛の感じになったら完成です。飛んでいる綿毛を描いていきます。ライナー筆に白を取り、さっさっさと軽い感じで描いていきましょう。風に飛ばされた綿毛がいろいろな向きになるように描いてみました。茶色で細長い種を描いて出来上がりです。参考までに筆の動きを横から見るとこのような感じになります。筆をツンツン前に押し出している感じがわかるでしょうか。これは中央に向かってさっさっさと軽く払っているところです。飛んでいる綿毛を描いてタンポポの綿毛の絵の完成です。今回は3種類のタンポポの絵をはがきサイズの紙に描いてみました。皆さんの作品作りの参考になれば嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。